はいどうも。今日はねこのグリップ、ここ仮に、一時しのぎで100均の滑り止め巻いてましたけど、グリップを買いました。これなんだ、デイトナですね。デイトナのまあ安いやつですけど、グリッピーグリップ、こういうのを買いましたので付け替えます。ではね、仮に巻いてたこの滑り止め剥がします。もう900キロ超頑張ってくれました。はい、ありがとう。このゴムがもうカチコチなんですね。でだ、スイッチボックス外さんとあかんかな。でこれを取る。全くダメ。そうですか。パークリでなって手があった気がするな。吹き出てくる。よいしょ。全くダメ。こんなものを僕出してきましたよ。回った。ここがね。お、回った。こうや。お、剥がれたか。やって。これで抜けた。抜けました。ああ、プロした。見てくださいよ。うわ、倒れる。よいしょ。ふう。入ったな。これでいいのか。OK ですかね。はい、終わり。よくやった。なんかやっぱりゴムが生きてるっていう感じがするな。厳しいな。スロットルが回る部分であるだけに厳しいなおい。どうしようもないね。なんかこっからハサミ突っ込んでチョキチョキ切れるかな。
なんかだんだんそれていくのがなんで、これどうする？しか使えないようなそういう仕様になってるわけ。そういう意地悪してるわけ。こんなになってるわ。こんなんあり？ CB なんかつるんとしてたよ。ありかしかし。ここちょっと内側まず削っとくか。このテープに合うようにな。こちらにつばがついてるし、こっちもつばがついてるので、とりあえずこっちテーパーに合うようにこう削ってみました。でこっちもね、こう作るからカッターでシコシコと削ってみました。ちょっと気持ちだけやけどな。さてまずここを入れなあかんねんけど、ここは22超えとるからな。このつばが出てる分な。まあ無理。まあ無理やな。うん。先だけならここ乗り越えることはできるけど、ずーっとこっちまで入れ込まなあかんねやろ。ほとんど降りちゃうこれ。なんとか左右のグリップの交換をしました。いろいろあったけどな、こっちが純正しかつかないような仕様になってるとはもう予想もしてませんでした。あのっちの CB はね、もう汎用品で作るようにつるんとした普通の筒だったんですけどね、こっちはな、もう中にあれ出っ張りが出て環合するようになってるし、内側と外はなんかフランジになっとるし、ちょっとどうなのって感じがしましたけどね。はい、まあ、NC 持ってる方、グリップの交換には気をつけましょう。なんか参考になれば幸いです。じゃあ今日も最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。バイバイ。